岡野の版画工房へようこそ。窓から見える風景を描いてみました。版下をトレースしていきます。版画の場合は、すると左右反転してしまいますので、一度トレーシングペーパーに移して、それを繰り返して、鏡面の状態にして、その状態を版にトレースしていきます。そうすると、擦れた時に、また正像に戻ってきます。トレースするときは、中のイメージだけでなく、イメージの一番外側の四角い枠もトレーシングペーパーに描くようにしましょう。版の方に転写していきます。版の方にはトレーシングペーパーをひっくり返しておいてください。まずは最初は枠を転写します。アルミの版の表面は直接触ってしまうと指の油脂分がついて汚れがついてしまうって話はしましたが、そのまま触れられないでいると作業がしづらいので、まず最初にマージンの部分をアラビアゴムを塗っておきます。アラビアゴムで塗っておくとマスキングされた状態になるので、アラビアゴム塗ったところは版触れられるようになりますので、作業がしやすくなります。直接アラビアゴムが塗ってないところにセルテープがつくと、セルテープの糊分が版に反応することもあるので、まだ何も塗ってないところにはセルテープは貼らないようにしてください。イメージの枠の部分を版の方に転写していきます。枠が転写できたら、枠の部分にアラビアゴムを塗っていきます。先ほども触れられるようになるというふうに言いましたが、それだけではなく、先にアラビアゴムを塗っていくことによって、マージンの部分には汚れがよりつかなくなります。うちの工房ではSK 液という製品を使っています。成分はアラビアゴムとほとんど近いんですが、さらに酸を足したような製品です。これを塗ると、版そのものが親水性になり、油脂分がつかなくなります。SK 液の塗り方は、絵皿に SK 液を出し、ハケで塗っていきます。うちの工房ではそうしてますが、スポンジで塗っていくところも多いです。はい、これで塗れました。塗れたらドライヤーで乾かしていきます。ドライヤーはレトで使う場合は冷風を使ってください。温風は使わないでください。というのも熱をかけると化学反応が促進するので、もし濡れてない部分のところに何か油性のゴミとかがついてた場合は反応して汚れとなってしまう可能性があるからです。うちの工房の場合はドライヤーはうるさいのであんまり使っていなくて扇風機を使っています。またうちはで仰ぐのも便利ですね。イタリアでは棒にこうくるくる回る板がついてまして、その棒をぐるぐる回しながら乾かすっていう伝統があるらしくて、おじいさんの職人さんが若い職人にそういうふうにやらなきゃダメだと指導していましたが、若い職人さんは首をかしげていました。転写していきます。くどいようですが、版下から写したトレーシングペーパーは表裏をひっくり返してください。今度はトレーシングペーパーはアラビアゴムを塗ったところの上であればセルハンテープで貼ってもらっても大丈夫です。転写にはベンガラ転写紙というのを使っていきます。カーボン紙と、機能的にはほぼ同じなんですが、カーボンには油脂分が含まれているので転写すると版に反応してしまいますね。その部分線を使うっていうんであれば使っていただいても構わないんですが、しっかり線がつくわけでもないので、ベンガラ転写紙で転写した後に完全に油脂分の描画剤で描いてあげた方が確実だと思います。ベンガラ転写紙は販売しているものじゃなくて作っています。作り方はベンガラという顔料をアルコールで溶いて薄い紙にくすりつけて作ってるんですけど、うちの場合は絵皿にベンガラを少量入れ、アルコールで溶いて指でよく溶かして、でそれをボロ切れに吸い込ませて、そのボロ切れを薄い紙、うちではロール紙を使ってますが、ロール紙の裏にこすりつけてベンガラの粉をロール紙につけます。厚い紙より薄い紙の方が転写しやすいと思うんですが、薄い紙は端が破れやすいので、ベンガラを塗る前にその4辺の縁のところにマスキングテープを貼って破れづらく加工してからベンガラをこすりつけて作っています。いよいよ描画に入っていきます。リトグラフは油性と水性の反発作用を利用する版種です。描画材は全てが油性です。
アルミ板の上に油性のもので描くと、版そのものが油性になり、油を引き付けることができるようになります。今描いている描画材は、海外のメーカーで購入した描画材です。芯だけで売っているものですね。今も売ってるか分かんないんですけれども、ダニエル・スミスっていう海外の画材通販サイトで購入しました。以前はコーン社っていうメーカーがリトクレヨンっていう製品を出していて、硬い5番から1番まで5種類の硬さのリト用の描画材を出していました。ただそれも製造中止になってしまって、硬さの違う描画材っていうのは日本ではなかなか手に入りづらくなったので、海外の方から購入してます。クレヨンは硬さが5種類ぐらいあって、1本が100何十円、200円しないぐらいで買えるものなので、非常に便利で使っています。ただ、芯だけでしか売ってないので、鉛筆で6ミリの、6ミリだったかな ?6 ミリの鉛筆の芯ホルダーを使って、そのホルダーにその描画材を入れて使っています。ストーン社ですね。ストーン社の芯ですね。ストーン社の描画材です。今描いているペンは布書きペンっていう布用の描画材、油性の描画材です。太さが太いのと極細っていうのと、太いって言っても結構細いんですけど、布書きペンっていうのを使っています。これは Amazon で購入できます。油性であれば何でもいいと言われたりするんですけども、油脂分が強いものじゃないとリトの描画材としては不向きなんですね。かといって鉛筆のようなものが急に反応したりとか、セロテープの糊が急に反応したりとか、ちょっと不安定なんですよね。カーボン紙の書いた部分が反応したり反応しなかったり、安定的に反応するわけでもないので、今回使っている描画材は割と安定的にしっかり油脂分が含まれて安定的に版になる描画材です。リトクレヨンって言われているものです。シャルボネのリトクレヨンです。これも製造中心のところが多いかもしれないですね。コンテ状の四角い描画材ですので、広い面に塗ったりとか使うことができますね。硬さが1番から5番まであったんですけど、もうこれも徐々に製造中止になって1番と3番だけかなになったりとか、もしかしたらもうどこでも製造してないものかもしれないです。短くなったリトクレヨンとか折れたリトペンシルとかを温めて固めてリトクレヨンを再生してる人とかもいますね。やったことないですけど、多分油性のものなので油を混ぜながら温めて溶かして一つに固めて、それでそういう揮発性の油が抜けるともう一回クレヨンの状態に戻るんだと思うんですけど、やったことないですね。指でこすったりするとちょっと柔らかいタッチになったりもします。これがソリッドマーカーですね。クレヨンのように見えますけれども、もっとなんかクレヨンよりも柔らかい自分の塊が棒になったような柔らかい描画材です。本当に粗い染面にもコンクリートの上とかザラザラな木の板とか木の幹とかね、そういうものにも描けるような、しっかり描けるようなものです。桜が出してる描画材で、Amazon とかでも売ってます。版画専用の描画材ではないですね。柔らかいものなので、こう描いた後に指で触れたりすると非常に伸びがいいです。うっかり触ると伸びてしまうので、ちょっと注意が必要な描画材ですね。ただ本当に油脂分が強いので、あっという間にこうベタというか黒い面が作れる描画材ですね。太いものと細いものと2種類ぐらいあります。柔らかいのでこういう使い方もできます。描画するときに肘ついたりとか手とかも直接版に触れてしまうと油脂分が反応してしまうので、手紙をして直接版に触れないようにすることが重要です。今見てもらっ
った通り、描画材が枠からはみ出しているところがいくつかあると思うんですが、はみ出したとしても下に SK 液がガードしているので、その部分は反応しなくて絵にはならないです。版には影響しないです。あと、下書きで書いてあるところ以外のところにもいろいろ書き加えていますけれども、版画はいろんなイメージ持ってる方いると思うんですけど、我々はただ複製するためだけに版画を捉えてるわけではなくて、時積みのタッチであるとか、いろんな描画材の表現であるとか、書くときは黒なんですけど、するときに色がついて、刷った瞬間にすごい美しい色彩が釣れるところであるとか、版画の魅力は複製だけにあるわけではないっていうふうに思ってますので、ただ再現するために版を用いているのではなく、表現するために版を描くっていうことで、版質の通りに再現するために作品を作ってるわけではないです。だいたいペンによる描画が終わったので、次は時積みによる描画をしようと思います。時積みはお習字の墨みたいなものですね。うちではカッターで使う分の時積みをカットしてお皿に入れて溶いて使っていきます。切り終わった方の時積みはラップにくるんで保管しておきます。この時積みというのは不思議な描画材で、水にも油にも溶ける性質があります。なんというか、油脂分の小さな粒々が水で溶ける樹脂に固められているというような状態のようです。なので水に溶かすと溶けない細かな粒子が水の中に漂って美しい縮れ模様が出る描画材です。時積みのことを時積みと言ったり、フランス語でラビーって言ったりしますが、ラビー独特の表現っていう言い方をよくしますね、リトグラフの人たちは。時積みを水に入れて、本当にお習字のように指で溶かしていく。書き始めると濃さがよく分からなくなるので、濃い時積みと中くらいの時積みと薄い時積みと何種類か濃さの違う時積みを準備しておいて、書き分けていくと分かりやすいと思います。油性で溶く場合は、油絵の具の溶き油の手でピンで溶いたり、銅版画などで使うリグロインですね、精製された油ですね、リグロインで溶いたり、あとはガスライター用のオイル、替え用のオイルで溶くと、やはりそういう縮れ模様が出やすいっていう話は聞いたことあります。時積みのこの濃さは実際の擦った時の濃さとはちょっと違います。含まれている油脂分の量に反応した分だけ強く反応するとここ出てくるので、書いて製版液を塗って1日放置した後にすりに入るんですけど、放置する間に版が油脂分と反応していくんですけれども、その反応させる時間ですね、一晩でなくもっと長い時間を置いたりとか、あとは気温ですね。なんか長く置くっていうよりもなんか気温の方が強く反応出る気がするんですけど、暑い夏の方が濃く出る傾向がありますね。冬だと逆にはっきり書いたつもりなのに薄くしか出ないっていうことがよくあります。なので濃さを調節するっていうのはちょっと各段階で把握するっていうのはちょっと難しいところはありますね。